こんにちは。今回は共に生きる格差をなくす経済というタイトルで話をします。現代社会は必ず人間と人間との間に格差を作ります。超富裕層、中間層、貧困層と格差を作ります。さあ、この格差突き詰めればお金の所有の格差です。お金を有り余るほど持っている人間、お金をまあまあ持っている人間、お金を持たない人間。格差とはお金の所有の格差です。今回はこの格差をなくしていく経済について考察を深めたいと思います。そのためにはまずお金の考察から始めていきたいと思います。さあ、ここにお金のイラストがあります。千円札、500円玉、10円玉。さあ、ここで問題なのはお金が紙でできているとか、あるいは金属でできているとか、そういうことではありません。ここで重要なのはお金の中の貨幣価値です。千円札には1000円分の貨幣価値があります。500円玉には500円分の、10円玉には10円分の貨幣価値があります。この貨幣価値、目に見えません。なぜならそれは人間が思い浮かべている価値だからです。貨幣価値は人間の意識が作っている人間の意識の産物です。さあ、それは一体人間はいつからこのような貨幣価値を思い浮かべるようになったのか。お金の謎を解くということは、この貨幣価値の謎を解くことです。そしてそのためには一旦原始の社会に変える必要があります。さあ、今から原始の社会に戻ってお金の始まりについて考察をしていきたいと思います。さあ、原始の社会というのは小さな共同体が点在をした社会でした。そしてここには2つの経済がありました。自給自足経済と物々交換経済です。自給自足経済というのは共同体の中で営まれていた経済です。共に生産し共に分かち合うという経済です。この共同体の中では多くのものが共同所有されていました。土地とか、あるいは住む家とか、あるいは道具とか、そして作った生産物、食料なども共同所有されていました。だから作った食料は共に平等に必要に応じて分かち合われていました。これが自給自足経済です。さあ、ところが共同体と共同体の間では共同所有するものが何もありません。そして物を共同所有しない空間が生まれます。そして物を共同所有しない空間に交換が発生をします。それが物と物との交換、物々交換でした。さあ、今からこの物々交換への考察を深めていきたいと思います。一つの例を取ります。バナナ1房と魚3匹との物々交換です。物々交換が成立をするためには2つの条件を
クリアしなくてはいけません。さあ、2つの条件とはこれです。まず、互いに欲しいと思うこと。バナナの持ち主は魚を欲しいと思い、魚の持ち主はバナナを欲しいと思うことがまず必要です。2つ目は、互いに交換比率を認めることです。物々交換をするとき、人々はその交換は平等でなくてはならないと考えました。そしてその交換を平等にするために交換比率を決めました。ここではバナナ1房と魚3匹との交換ですから、その交換比率は1対3です。ここでは1対3という交換比率が平等だと考えられました。さあ、物々交換をすると、物々交換が続くと、そこに交換価値が生まれます。バーナー1房で魚3匹を手に入れることができます。そこでバナナ1房には魚3匹が交換価値として生まれます。人間はバーナー1房に魚3匹の体を交換価値として思い浮かべました。逆に魚3匹にはバナナ1房が交換価値として生まれます。人間は魚3匹の交換価値としてバーナ1房の体を思い浮かべました。つまり交換価値というのは人間が思い浮かべている価値です。人間はバーナー1房に魚3匹の体を交換価値として思い浮かべ、魚3匹にバーナー1房の体を交換価値として思い浮かべました。ここはとても重要なところですので、頭の中に置いておいてください。さあ、人間の社会は原始社会からやがて階級社会へと進んでいきました。原始社会というのは支配者のいない社会でした。支配者がいないので、まだここには国とか国家が生まれていません。そこは誰もが平等に生きている社会でした。ところが階級社会になると、この原始の共同体は次々と崩壊をしていきます。階級社会というのは人間が人間を支配する社会です。国が生まれていきます。そしてその支配者はこの原始共同体を襲って自らの支配下に置いていきます。そして原始の共同体は次々と崩壊をしていきました。さあ、原始の共同体が崩壊をすると物の所有形態が大きく変わってきます。原始の社会ではその共同体の中で物は共同所有されていました。あらゆるものがそれは私たちみんなのものという共同所有されていました。ところがこの共同体が崩壊をすると所有形態が私的所有に変わっていきます。それは私だけのものという私的所有です。そして私的所有が増えると交換の回数が飛躍的に増えます。そして交通の要所では1が生まれました。さあ、1の中にはさまざまな生産物が用いられています。毛皮とか肉とか魚とかリンゴとか塩とか、1の中は用いられた生産物でいっぱいです。そして1の中で物々交換はその限界にぶつかりました。例えば毛皮の持ち主は
魚と交換したいと思いました。魚の持ち主は塩と交換したい。塩の持ち主は肉と交換したい。物々交換はこのような状況に対応できません。そしてその限界にぶつかります。さあ、この物々交換の限界を突破するためにそこに導入をされたのが原子貨幣でした。人々は原子貨幣は全ての生産物と交換できると決めました。さあ、一にやってきた人間はまず自分の持ってきた生産物と原子貨幣を交換します。毛皮の持ち主はその毛皮と原子貨幣を交換し、原子貨幣を手に入れました。そして手に入れたその原子貨幣と欲しかった魚を交換しました。魚の持ち主は手に入れた原子貨幣と欲しかった塩を交換し、塩の持ち主は原子貨幣と欲しかった肉を交換します。原子貨幣を導入したことで1の中の物々交換の限界は突破されました。さあ、1の中では生産物と原子貨幣とが交換をされています。さあ、ここで重要なことがあります。それは生産物と原子貨幣との交換はこれはまだ物々交換だということです。1の中では1にやってきた人間は原子貨幣を欲しいと思ってやってくるのではありません。1にやってくる人間の目的は自分の生産物と欲しい生産物とを交換することです。そしてその物々交換がうまくいくように、スムーズにいくように原子貨幣を利用しています。つまり1の中では原子貨幣を使って物々交換をスムーズに行っています。したがって1の中全体は物々交換なのです。まだ物々交換なのです。そして全体が物々交換であるということは、その一部である生産物と原子貨幣の交換もこれは物々交換であるということになります。さて、物々交換という時、ここを思い出してください。物々交換の時、人間は交換価値を思い浮かべました。そしてその交換価値というのは交換相手の体でした。物々交換の時、人間は交換相手の体を交換価値として思い浮かべていました。そしてそれは1の中も同じです。原子貨幣と肉を交換した時、人間は原子貨幣に肉の体を交換価値として思い浮かべました。魚と交換した時は魚の体を、リンゴと交換する時はリンゴの体を。原子貨幣の中にはさまざまな生産物の体が交換価値として思い浮かべられました。さて、ここでさまざまな体の交換価値が変化を求められます。なぜなら原子貨幣は物々交換のその中心に座っているからです。1の中では全ての生産物が原子貨幣と交換されます。原子貨幣が1の中の真ん中に座って全ての物々交換を一つに統一しています。したがって原子貨幣の中に浮かべるさまざまな交換価値も一つに統一をされる必要が出てきました。そして人々はさまざまな交換価値を思い浮かべるのではなくて、たった一つの共通する交換価値を思い浮かべていきます。そしてこれが
貨幣価値です。私たちは現在お金の中に貨幣価値を思い浮かべています。この貨幣価値、姿形を持ちません。ただ人間が思い浮かべているだけの貨幣価値であり交換価値です。さあ、この貨幣価値は1の中のこの原子貨幣の中に生まれました。そして原子貨幣に貨幣価値が生まれた時、この原子貨幣はお金となりました。さあ、お金の誕生です。貨幣価値を持ったお金がここに誕生しました。さあ、ここで確認をしておきたいことがあります。それは原子貨幣にはさまざまなものが用いられたということです。例えば珍しい貝殻とか宝石とか、あるいは動物の歯とか骨とか、とにかく世界中でさまざまなものが原子貨幣として用いられています。ところがこの原子貨幣の中に貨幣価値が生まれた時に、その原子貨幣はお金となりました。つまり動物の歯であっても、あるいは骨であっても、貝殻であっても、貨幣価値が生まれたらその時点でそれはもうお金だということになります。さあ、1の中では生産物と原子貨幣との交換から生産物とお金の交換へと変わりました。さあ、生産物とお金の交換を続けているうちに、人間はお金の便利さに気づいてきます。このお金があれば1の中の生産物が何でも手に入ります。そしてお金への欲望が生まれます。さあ、お金への欲望が生まれた人間は自分の生産物でできるだけたくさんのお金を手に入れよう、貨幣価値を手に入れようとします。そしてこの生産物に価格という貨幣価値を与えます。そして価格を与えられた生産物は商品となりました。商品とお金との交換がここから始まっていきます。さて、お金の中には貨幣価値があります。この貨幣価値、みんなが認めている貨幣価値です。したがってお金で買い物ができます。さあ、価格の中にも貨幣価値があります。しかし価格という貨幣価値は商品の持ち主が与えているだけの貨幣価値です。みんなが認めているわけではありません。だから商品で買い物をすることはできません。さあ、商品とお金との交換が始まりました。私たちはこれを売り買いと呼んでいます。1の中は売り買いでにぎわい、そしてここから商品経済が発達を生まれていきます。そしてその商品経済が発達して現在の資本主義経済となっています。さあ、それでは次に現在の資本主義経済への考察を深めたいと思います。さあ、資本主義経済の中で資本家はたくさんのお金を持っています。そしてこのお金で材料を買い、労働者の労働力を買って自分の工場で生産物を生産します。そして作った生産物に価格を与えてその生産物を商品として売りに出します。そして商品が売れた時、お金が増えています。儲けが出ています。最初持っていたお金よりも
お金が増えています。さあこの儲け、どこから生まれているのか。それはここです。価格です。資本家はお金を儲けるように価格を与えます。この儲けは価格から生まれています。もちろん価格がうまくつけられず損をすることもあります。あるいは商品が全く売れず大損をすることもあります。しかし儲けが出た資本家はさらにその儲けを増やそうと再生産を繰り返します。そしてこの儲けたお金、つまり貨幣価値が積もり積もって資本となります。そして資本の増殖運動が生まれます。それは終わりのない欲望の増殖運動です。大きくなればさらにまた大きくなろうとする終わりのない欲望の増殖運動が資本主義社会の中に生まれます。さあ資本主義社会というのは資本家同士の競争でもあります。資本家は新しい自分の事業を大きくしたり、あるいは新しい事業を始めようとするときにお金を稼いでいたら他の企業に他の資本家に遅れを取ってしまいます。そこで資本家は銀行からお金を借ります。そしてここで資本と銀行との癒着が起こります。金融資本が生まれます。そして金融市場が生まれ、不動産市場が生まれてきます。現在資本主義社会は非常に込み入ったとても複雑な経済の社会となっています。ところが資本主義社会のその基本はやはりここです。資本家が材料を買い労働力を買って自分の工場で生産物を作った生産物に価格を与えて商品として売ってお金を儲ける。これが資本主義社会の基本です。さあこの中で労働者はどうしているのか。労働者は資本主義社会の中で自分の労働力を資本家に売って賃金というお金をもらっています。つまり資本主義社会の中では労働者の労働力が一つの商品となっています。労働者に支払われる賃金というのは実は労働者の労働力の価格のことです。価格という賃金という価格を与えられた労働者は資本主義社会の中では一つの商品なのです。資本家は労働者を一つの商品としてしまいます。そして労働者はここで戦ってきました。給料を上げろ、賃金を上げろと戦ってきました。さあ賃金を上げろということは言い方を変えれば自分を高く買えということです。つまり労働者は自分を高く買えと言って資本家と戦ってきました。ところが今ここで労働者の戦いの飛躍が求められています。それはここで戦うのではなくてここで戦うという飛躍です。自分を高く買えという戦いから儲かったお金を共に分かち合えという戦いへの飛躍が求められています。つまり自分を一つの商品として認めてしまって高く買えという戦いではなくて同じ人間として儲かったお金を共に分かち合えという労働者の人権を求めた戦いであります。そして資本家に対して同じ人間として共に生きよう、共に生きていけということを突きつける戦いでもあります。
そのような戦いの飛躍が求められています。もちろん労働者がここで戦ったとしても資本家がすぐにお金を分かち合うということはありません。しかしここで重要なのは分かち合う思想を作るということです。儲かったお金を共に分かち合い、お金を分かち合う思想を作り上げるということです。現代社会を生きる人間は資本家がたくさんのお金を儲けて当たり前だと思っています。労働者が労働力商品となって自分の労働力に価格をつけられて、そして賃金が与えられている、このことを誰もが当たり前に思っています。しかしそれは当たり前ではないということです。私たちはお金を共に分かち合う思想をまず作っていくことが必要です。この思想が全国のあるいは世界の労働者の中に大きく広がった時に、この戦いは大きな戦いとなっていきます。そして資本家とお金を分かち合っていく経済が少しずつ形成されていきます。これは間違いないと私は思っています。その上で国民もまた戦わなくてはいけません。ここで MMT と呼ばれる現代貨幣理論をちょっと紹介したいと思います。私たちはこれまで次のように考えてきました。政府は国民から税金を集め、そして集めた税金を国民に支出をしている。つまりこちらが1、こちらが2と考えてきました。ところが MMT と呼ばれる現代貨幣理論はこれが逆だということを教えてくれます。こちらが1で、こちらが2です。つまり政府がお金を国民に支出をする、こちらの方が先だということです。政府は国民にお金を支出した後、税金を集めています。なぜか、それは政府はお金を作ることができるからです。政府がお金を作って国民に支出をしていることの方が先なのです。例えば昔物々交換が行き詰まったこの1の中に、1の人間は原子貨幣を作って1の中に導入をしました。これと同じです。お金は政府が国民経済の外で作って、そして国民経済の中に導入をしています。こちらの方が先なのです。だから国民は税収が足りないからお金が出せないという政府に対して、税収が足りないのであればお金を作って国民の中にもっともっと支出をせよと迫ることができます。もちろん政府がむやみやたらにお金を作って支出をすると、当然ハイパーインフレの心配があります。しかし MMT はハイパーインフレを起こさないように気をつけながら、しかし政府はもっともっとたくさんの支出を本当はできるんだということを私たちに教えてくれています。だから国民は遠慮せずにもっともっとお金を支出せよ、つまり誰もが平等に豊かなお金を持てるようにお金を分かち合えと迫ることができるということです。だから労働者は資本家に対して、あるいは国民は政府に対して、もっともっとお金を支出せよ、お金を共に分かち合えと言って戦うことができるし、またそれをやらなくてはいけません。なぜなら
現代社会の最大の問題は格差だからです。この格差をなくすために労働者も国民ももっともっとお金を分かち合うという思想を広げていく必要があります。現代社会の根本問題、環境破壊、そして戦争を生み出しているのは、よく考えると超富裕層たちです。超富裕層たちの中から現代社会のさまざまな問題が生まれています。つまり格差の中からたくさんの問題が生まれています。だからこの格差をなくすことが環境問題を解決する方法であり、戦争をなくしていく最大の方法であるということです。今回は格差をなくした共に生きる社会を作っていこう、そのために新しい経済を作り上げていこう、そのような話をしました。さあ、最近本を書きました。希望のマルクスという本です。これはマルクス主義を批判した本です。マルクス主義の間違いを明らかにした本です。そして新しい希望のマルクスを作り上げよう、そういうふうな内容の本です。Amazon から出版をしています。今回話した内容もここの中に含まれています。またこれは日本語版と英語版がありますので、どうぞ海外の人にも読んでいただきたいと思います。それではこれで終わります。